ここは、綿を集められるお家。素材を集めてもらうだけじゃなくて、ここで暮らすポケモンにとっても、居心地のいいお家にしたい。そんな、ふわふわハウスを作ってみました。皆さんこんにちは、てちです。今日もポケモンの街づくり、やっていきます。今回から、このキラキラ浮島に、素材回収の街を作っていこうと思います。建築やクラフトをたくさんするようになると、この素材、また足りなくなった、ということが結構ありますよね。素材を効率よく集める方法はいろいろありますが、今回はちょっと一周回って、素材を集めてくれるポケモンたちが、ちゃんと心地よく暮らせるお家や施設を、素材ごとに作ってみることにしました。最終的には、この広場の周りをぐるっと建物で囲んで、ここに来ればいろいろな素材を集められる、小さな町にしていく予定です。そして一軒目は、綿。散らかすが得意なポケモンに綿を集めてもらって、仕分けるが得意なポケモンに、みんなのボックスまで運んでもらいます。今回一緒に暮らしてもらうのは、チラウミー、チルット、チルタリス、アタッコの4匹。この4匹が暮らす、ふわふわハウスを作っていきます。それでは、やっていきましょう。お家を建てていきます。ふわふわハウスのエリアの大きさは、横12、奥行き14ブロックで、草原の芝生を置いています。お家自体の大きさは、横8、奥行き6ブロック、床には、綿の床を使いました。壁の一番下は砂利、2ブロック分入り口用に開けて、ぐるっと囲います。住んでくれるポケモンたちが、白や淡い色が似合いそうだったので、お家は、白、くすんだ水色、明るめのグレーを中心に作ってみることにしました。お庭の中に、玄関へ続く道は先に作っておきます。ゆるくカーブを描くような感じにしてみました。石レンガの壁と砂利を組み合わせています。扉は外側ギリギリに。壁には漆喰の壁。壁の高さは、今回は小さめのお家なので3ブロック分にしています。窓になるところは開けておきます。窓に使っていくのは、木の隙間式。蓋付き窓。斜めのフレームガラス。窓が開いている風に。屋根を作っていきます。使用したのは、白にペイントしたアルコ屋根。ふわふわしている感じが、綿集めのお家にぴったりですね。2列分平らにして、建物後方から日が差すので、後ろ側を天窓にして建物内を明るくさせます。サイドの空いている部分はフレームガラスで塞ぎます。正面は上げ下げ窓と白の蓋付き窓。これでお家は完成です。今回、この4匹を選んだ理由は、4匹全員、明るい環境が好きで、柔らかいも4匹共通。他にも、風を感じるなど、好みの被りが多くなるから。一つの環境や家具はみんなで共有できるので、少ない家具でもそれぞれの住み心地を上げやすくなります。こうした4匹の好みも取り入れながら作っていきます。窓辺にお花を飾ります。これ、枯れた原っぱの花なのですが、くすんだカラーが淡いお家の色合いにぴったりじゃないでしょうか。お家の中にライトをつけるための横木を2本伸ばします。
グランドライトで部屋を明るくします。風を感じる、見て楽しむ、風鈴。布仕立て、キュート、柔らかい、を満たしてくれる家具を置いていきます。まだまだ家具を置けそうな余裕はありますが、住み心地が最高になる程度で留めておきます。ポケモンを引っ越させた状態で R ボタンを押し込むと、白い点線が出て、この範囲内のアイテムは住み心地に反映されます。結構広い範囲です。物干し像を作ってみます。木の角柱に壁掛けタオル。このタオルは何かにくっつけておく必要があります。もう少し横に伸ばしたいので、垂れ幕をつけます。これは後ろのアイテムが壊れても、その場に止まってくれます。余分につけて壊して、下の形をまっすぐに。もう一つタオルをつけて、タオルやシーツが干してある物干しに見えるかな？お洗濯物を洗う桶に水を張って、正面にもプランターの上に枯れたお花を飾ります。みんなのボックスと、バスケット。この中に甘い桃の実と酸っぱいナナシの実を入れておきます。お腹が空いたらポケモンたちが食べてくれます。とんがり木の柵を立てていきます。風を感じる、見て楽しむ風緑。自然要素も足して、柔らかいものも置いておきます。無線送電棒を設置すると、お部屋の中も明るくなりました。ガーデンライトで外も明るくしていきます。清潔要素も置いておきましょう。小さい木は下のブロックを描いて成長を止めておきます。好みでお花やシダを巻いていきましょう。エリア内に入れた木はモモンの木とナナシの木です。これでふわふわハウスの完成。綿回収のエリアが出来上がりました。今後も素材ごとにエリアを増やしていくので、この街ができていく様子を一緒に見てもらえたら嬉しいです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。3回くらい建築し直して、やっとメタモン川の地下中排水にできました。みんなにお引っ越ししてもらいましょう。このお家で4匹みんな最高になってくれています。最後までご視聴いただきありがとうございました。街づくりのアイディアの一つとなれば嬉しいです。これからも、北欧ポケモンの街づくりの動画を作っていくので、よかったらチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それではまた、次の動画でお会いしましょう。